BL 向上委員会のリスです。今回は現在放送中の BL ドラマセラピーゲームから水戸湊を演じるマーゼルの直哉さんにフォーカスします。原作の世界観を壊すことなく実写にしか出せないリアリティを作ってみせた。そんな彼の演技に心を打ち抜かれ、役者としての魅力もですが、直哉さん自身に興味が湧き、調べていくうちに動画にしていました。今回は BL ドラマ紹介チャンネルらしく、セラピーゲームの湊を軸にしながら、俳優直哉のリアルな魅力を深掘りしていきたいと思います。原作のセラピーゲームは恋のゲームとして始まった関係の中で、心の傷や不安を抱えた2人が触れ合い、理解し癒し合う過程を丁寧に描いた作品です。原作が大好きで全巻読んでるんですけど、やっぱ絵の美しさや感情の繊細な動きが魅力的な作品だと思ってて、湊というキャラクターを実写で成立させるためにはビジュアルと演技力は必須条件。その両方を兼ね備えてないと無理だと思ってたんですけど、直哉さんの演技を見た瞬間、湊だって思いました。特に印象的だったのが表情の作り方で、感情が動く瞬間のほんのわずかな目の揺れだったりとか、息遣いまでが丁寧に表現されていて、湊そのものでした。最初は役者さんっていう風に思って調べてみてたんですけど、実はボーイズグループマーゼルのメンバーで歌手の方でした。演技はまだ2作品目だと知って本当に驚きました。作品の空気感に自然に溶け込んでいて、湊としての生きた感情を体現していました。本当に原作ファンとして大満足なキャスティングでした。物語の序盤1から3話で描かれるのは、軽やかに見える湊の奥にある本当の気持ちと、静馬がどうやってその心に触れていくのか、この2人の距離がゆっくり変わっていく過程です。まず最初の出会いのシーン。湊って一見すると余裕があって挑発するのも平気みたいなタイプに見えるんですけど、ふっと目の奥が揺れる瞬間があるんです。ほんの一瞬なんですけど、そのわずかな揺らぎに彼が抱えてきた孤独とか、本当は誰かにちゃんと愛されたいという願いが透けて見えるような気がしました。その微妙な心の動きを直哉さんはセリフの間とか呼吸の変化で自然に表現していて、このさりげなさが本当にうまいなと思いました。湊というキャラクターが作られている感じじゃなくて、そこに息づいているように見える直哉さんの演技の大きな魅力だと思いました。そこから静馬との関係が一気に動き出していきます。静馬は真面目で不器用、湊は軽やかに見えて実はまっすぐ。タイプは全然違うのに、2人の視線が交わるたびに、どちらが相手を揺さぶっているのかわからなくなるような緊張感があるんです。特に印象的なのが、湊の挑発が遊びでなくなっていく瞬間。あの表情を見たとき、ここで湊の心、もう静馬に触れられ始めているなって自然に感じさせられました。そして序盤最大の見どころ、遊園地デート。最初の湊は楽しそうに振る舞っているんですけど、落として捨ててやるっていう目的を忘れそうで、自分の気持ちにブレーキをかけているんです。何も知らない静馬のまっすぐな優しさが加わって、どのアトラクションでも本気で湊を楽しませようとする静馬に、湊の心がほぐれて、ただ2人の時間を楽しんでしまう。そしてその夜、ホテルのシーン。あの時、湊がどんな気持ちで静馬に手を伸ばしたのか、物語を追っていくほど、その気持ちが少しずつ浮かび上がってくるんですよね。序盤で丁寧に積み重ねられてきた小さな感情が後の展開で大きく動き出す理由になっている。その流れがとても自然で無理がないです。そしてその自然さが成立しているのはやっぱり直哉さんの繊細な演技があってこそだと感じます。2人の間にある長い時間で育まれた信頼も作品の完成度を大きく引き上げています。もともと中学時代からの友人ということもあり、演技について遠慮なく意見を交わせる関係性。その空気感が画面の向こうにも自然とにじみ出ています。直哉さんは取材で、富田さんはこちらの思いを受け止めてくれる人、だから安心して感情をぶつけられると語っていました。相手を信じて感情のギリギリまで踏み込める。そんな2人だからこそ、あの恋を嘘のない感情として受け取ることができたのかなって思います。プロデューサーも湊役にはかなり慎重にアプローチしたと明かしています。以前別の番組で一度ご一緒したことがあって、その時はキュートでチャーミングな印象でした。でもマーゼルとしてステージに立つ姿を見たら、
同じ人とは思えないほど色気と迫力があって圧倒された。いろんな表情のパレットを持っている方だと思います。という記事を見ました。湊というキャラクターの華やかさとピュアさ、その両方を表現できる人、まさに直哉さんしかいなかったようですね。直哉さんが初めて演技に挑んだのは映画君が特別。その際、演技の先生にほぼマンツーマンで毎日レッスンを受け、できないことをそのままにしない真摯な姿勢で演技を磨かれたようです。そして直哉さんが演技の理想像として挙げているのが俳優町田啓太さん。作品ごとに全く違う人物に見える変幻自在さに憧れていて、役によって表情を細かく使い分けられるよう今も努力を続けていると話しています。こうした下積みと探求心があったからこそ、セラピーゲームでの繊細な表情や湊というキャラクターの感情の揺れをリアルに表現できているのだと思います。オープニング曲の竜宮城シュガーの MV には直哉さんが出演。エンディングのマーゼルオンリーユーの MV には富田さんが出演。ドラマの外でもつながっているような奥行きの演出が素晴らしいです。マーゼルの曲は原作を読み込んだスカイハイが楽曲制作を担当されています。歌詞は過去やトラウマを抱えながらも愛する人との出会いをきっかけに自分を受け入れられるようになっていく心の動きを描き、多様な愛の形に寄り添う内容になっています。実はマーゼルのメンバー全員セラピーゲームを読んでいるのも素敵ですよね。オープニング曲の竜宮城シュガーもセラピーゲームのために書き下ろされた楽曲だそうです。細部まで作り込まれていて、制作側の作品への愛も感じます。BL 歴30年の私からすると、いい時代になったなと心の底から思います。セラピーゲームは最初こそ復讐という少し歪んだ動機から始まります。でも物語が進むほど、その表面を超えた部分、二人が互いの誠実さに気づき、惹かれ合い、癒し合う心のラブストーリーへと変わっていく作品です。そしてその世界観の中心にいるのが水戸湊を演じる直哉さん。今回のドラマで改めて感じたのは、彼は綺麗に演じるのではなく、感情の揺れを体の内側からにじませるタイプの役所だったということ。こうした繊細な変化を一つ一つ丁寧に演じるから、湊というキャラクターが実在の人間として息づいて見える。演技2作品目とは思えないほどの表現力と、自分の弱さに向き合いながら積み重ねてきた努力。それらすべてがこの役で一気に開花しているように感じます。湊が静まに癒されていくように、私たちも直哉さんの演技に癒されていく。そんな時間を毎週味わえるのがセラピーゲームという作品の魅力だと思います。皆さんはどの瞬間の直哉さんに心をつかまれましたか？ぜひコメントで教えてください。BL 歴30年の視点で今後も毎週1本新作 BL ドラマを語っていきます。もし今日の動画が少しでも面白かったら次の動画も見逃さないようにチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは BL 向上委員会でした。